かれこれ僕も、心霊調査スタッフ、その本当にあった呪いのビデオであったり、その心霊パンデミックとかいろんなもので心霊調査というのをしてきたことがあるんですけれども、その中で僕が本当に心霊調査スタッフをやり始めた時のちょっとエピソードなんですね。はい。皆さん心霊調査スタッフっていうのは何なのかっていうのがわからないかもしれないので、ちょっと簡単に説明しますと、基本的に心霊が映った、何か、幽霊が映ったと思われる映像がまず投稿されてくるんです。でそれを僕らがそれを預かって、その映像を見て、これは何だろうって推測をしながら、現地に行って、で周りの人たちに聞いていったりだとか、投稿者の方に何か不幸があったらそれが何か関係あるんじゃないかなっていうのを調査していくっていうのが心霊調査スタッフなんです。でやっぱりいかんせん何ヶ月もそこに徹する状態になるんで、いくつか映像が溜まってくると遠方の方に心霊映像の現地を見ていこうっていうふうになると、まとめて調査をすることがあるんですね。はい。だからその地方に行った時にこの映像とここの映像近いからまとめてみようねみたいな感じで、車で移動しながらそれでぐるぐる巡っていくんです。でその日行った場所っていうのが結構某有名な関東の外れの方にある大きい湖があるんですね。観光名所とされるもともと場所だったんで、周りにもともといろんな寮だとかそういった泊まれるホテルだとかいっぱいあったんですけども、ほとんどがもう廃墟と化して寂れてるような場所で、もう本当にそこなんていうんですかね、管理してる人もいないようなところいっぱい溢れてて、ほとんどが心霊スポットっていうふうに場所にあったんです。そうなんですね。はい。でもう昼から夜にかけていくつか巡っていく中で、最後のところに行く場所っていうのが寮ですね。もともと企業が管理してた寮で、もう本当にもう管理もなくなってもう廃れた場所っていうのを調査することになったんです。でその一緒にいてた助手の男とそこの現地に着いたんですけれども、その場所っていうのがまず単純にバカでかいんです。どのぐらいでかいかっていうと、学校の校舎3、4階建てがもう5棟ぐらいあるぐらいのスケールなんです。だからもう着いた瞬間のイメージがでかっなんですよ。いやこんなでかいとこかっていうふうに思って、でも全然管理もされてないところで、もうもう自由に入り放題みたいなところなんで、テニスコートとかあるんですけど、もうボーボーに入ってて、でちょっと遠く見たらもう鹿もいるじゃんみたいな感じでで中も入っていくんですよ。でここがどうなのかっていうと、もう要はもともとそこにもう住んでる方もいっぱいいらっしゃったんで、もう寝床もあるわ、キッチンもあるわ、でそういった管理してる場所もあるわ、打ち合わせスペースもあるわ、会議スペースもあるわみたいなの、いろんな要素が詰まってるんですよ。だからもうぐる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 巡るんですけれども、もう到底その映像とリンクして見つけるまでも時間がかかってしょうがなかったんです。あの場所だっていうところがもうわからないわけですね。でその元々のその映像っていうのが、その女子大生の子たちが中を散策してる時に女性の霊が映ったみたいな場所だったんで、ここはどこだろうって思いながらぐるぐる巡ってたんです。そしたらもうこれ嘘みたいな話なんですけど、そのタイミングで初雪が降ったんですよ。その現地で。でもうダーダー降りで降ったんで、急に降ってきたもんだから、もうその一緒にいたスタッフの子もこれやばいなって言って、多分このまま行ったらもう本当に膝ぐらいまで多分積もるなっていう話になったんですね。いやでもこれもうある程度ちゃんと見ていくよりも、丹念に一個一個見てって、もう朝方まで行かないと多分雪もうこんだけ積もってるから危ないし、まして都内から来たんでスタッドレス履いてないんですよ。だからもう危険だなと思って、もうじっくり見ようってなったんですよ。でも夜中になりながらぐる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 巡っていって、寝床であったりいろんなところを見ていったんですけど、一つすごく違和感の感じる場所があったんですね。一つの校舎の4階のところの一番端の部屋があったんですけど、そこに大量の藁がもう天井届くぐらいにモリモリモリってあるんですよ。なんだろうと思うじゃないですか。で辺り見るとどうやら放火なのか燃やされた形跡があるんですね。なんだここはと思って気持ち悪く思ってたんですよ。そしたらその一緒にいた助手の子が「あれ?」って言うんですよ。ただ奥の方指さしてよく見ると「これ屋上に繋がってますね」っていうふうに言ったんですね。じゃあ一通り見ようと思ってたから、ちょっと雪がダーダー降ってるけれども屋上も見てみようかと思ったんです。
で階段上がって屋上に上がると、まさにもう学校の校舎のなんか屋上みたいな感じな風になっていて、でそこからもう遠くの湖も見えるし、さっきあったテニスコートのボーボーのとこもあるねみたいな感じで見てたんです。でそこから自然と僕とその女子の子が、2つの道に分かれて、真ん中にその階段のとこがあったんで、そこから分かれてって行ったんです。で辺りを見てるところで、遠くの方を見てる時に不意に遠くの方に助手の男の子と思われるなんか白い人影みたいなのが見えたんで、僕普通にその子の名前を「おーい!」って声かけたんです。はい。そしたらその白いもやが奥の方にふわっと消えてって追っかけたんですね。なんだろう。そしたらもう屋上の道の誰もいなくてファッと消えてったんです。なんでっていうふうに思ったんです。でもうなんか気持ち悪くなったんで、僕大声でその子の名前をわーわーってもう叫んだんです。で場所も場所なんでもう電波もないですし、ちょっと怖くなっちゃったんですぐに4階に降りたんです。そしたら普通にその助手の子が突っ立ってて、僕ちょっと怒り気味で「いやいやいやちょっと待ってよ、なんで?」って「なんで先に降りてんの?」っていうふうに言ったんですよ。違いますよって。屋上にもう森澤さんがいなかったから先に降りたんですって言ったんです。じゃあ俺何見たのっていうふうに思って、もうすぐにもう気持ち悪くなって、もう車の中に2人で戻って朝まで待つことにしたんです。で後々ちゃんと曰くを調べていったら、なぜかその藁があるその場所っていうのは定期的にその場所だけ、その4階のその場所だけ放火をやたらされる。でやっぱりその場所自体に曰くみたいな背景はなかったんですけれども、やはりそこっていうのはしっかりと寝床もある場所ですし、結構そこにこっそり住み着いてた方が結構いらっしゃったっていう。でもう場合によってはこういうふうにお亡くなりになる方もいらっしゃるっていう情報を聞いていて、もしかして僕があの時見たものってのはそこから何か身を投げたものだったのかなっていう。ちなみにこれが僕が初めて経験した、僕正直言っちゃうとそういうの全く信じないタイプだったんでそういうのビデオをね制作してはいたけども、自分が体験するなんてないと思ってたんですよ。でやり始めて多分1ヶ月ぐらいの時でしたよね。初めてその時そういうふうに思われるものに遭遇したって思って、一種思い出の瞬間だったっていう話です。結構そこから価値観変わっちゃいますよね。やっぱりあるのかもしれないって。でも不思議ですよね。だって森澤さんが普通にこう屋上でいろいろこう探してた時にこうね、助手の方がいらっしゃって「おい」って言ったらその方がファッと消えるわけですよね。そうです。であれと思って4階に下がったらその方は4階にいるわけですよね。そういうこと。じゃあさっきいたの誰なんだってなりますし、その助手の方は助手の方で森澤さん上にいないから。そうなんですよ。でその助手の子も僕がいないということを気づいてか、ある程度声で発したって言ってるんですよ。でも僕それ知らないんですよ。だからその変なねじれもちょっと気持ち悪かったですし、でも正直かなり雪も降ってて、もう疲れもあるのかなって正直思ってましたし、で冷静に考えた時に明らかに多分そこに幽霊が出るだなんて僕も常に思って見ていないので、人気があるって言ったらもうその助手の子って勝手にイコールにしちゃうんですよ。で一通り終わった後、冷静に自分の中でその時見た光景を思い描いたら、やっぱりただの白いもやなんですよ。こんな自然とパッと見えちゃったんだなって思って、なんか異界の絵の扉を開いたのかなっていう、本当にきっかけとしてのお話です。いや本当僕今すごい自分の初めて僕もそういうのがあるかもって経験した話、ここで話してるんですけど、あるこう綺麗なね高さのある橋があって撮影をしてる時に横に女性が立ってたんで景色見て、でこの方がいなくなったら撮影しようかななんて思ってもう一回見たらいないわけですよ。で足元見たら花束が添えてあったっていうことがあったんですね。で実際そこでは2週間前に女性が落ちて亡くなってしまってたっていう。で僕はその時にすごい普通にそこにいる人ともう見間違いがなんかできないぐらい本当に普通にいらっしゃったっていう。もう本当に当たり前のように。うわあるんですねやっぱり。で
消えててそこに花束があったんで、あ、もしかしたらって気づけたんですけど、だからその時も普通にそこに助手の方がいるとか、まあ人がいるっていうふうに思ってて。いや、多分本当にそうだと思いますね。いや、多分かなり疲れてたのもあると思うんですよ。一日中巡っていたんで。でもまさか、俺にそんなことがっていう、まあ本当に最初の頃でしたね。びっくりしました。もうそれ以降は不思議な体験とかはないですか？いろいろあります。ああ、じゃあそこから。なんか多分トリガーが多分そこでついてしまったのかなっていう気がしますね。いや。